ヨーヨーを止める、キャッチする、こういった時にも体幹が生きてきます。体幹がしっかりしている選手を見るとピタッと止まって、うわかっこいいって思うことがよくあるんです。こんにちは、徳渕明俊です。ヨーヨーの技をきれいに見せるためには、ヨーヨーのコントロールだけではなく、ボディコントロールも非常に重要です。今日は体幹トレーニングの基礎を一緒に行っていきましょう。ヨガマットやタオルを敷いて自重の痛みを減らしましょう。まず一つ目はクラブトータッチ。片手と反対側の足をタッチしましょう。腕と腹筋のコアに効きます。意識するのは腹部と太もも、視線はタッチする時のつま先、首は伸ばしたまま行いましょう。3、2、1、休憩。3、2、1。続いてハイプランクです。体の軸を直線に保ちましょう。お腹側を締め上げて太ももの付け根を締め下げる。背中の中央を下げて左右の肩甲骨を近づけるイメージです。呼吸はしっかり続けましょう。2、1、休憩。3、2、1。続いてプランクウォークです。片肘ずつ床に下ろしてプランクへ、押し戻してハイプランクを繰り返します。2、1。腕を動かす順番を入れ替えます。難しければ膝をついて OK です。3、2、1、休憩。3、2、1。次はマウンテンクライマーです。膝を交互に胸まで引き上げましょう。両手は肩の真下に置きます。背中を平らにして大きくは動かさないように意識しましょう。3、2、1、休憩。3、2、1。サイドプランク with ニードライブです。肘と太ももを引き寄せましょう。脇腹を意識してください。一直線が難しければ下側の足を床につけても OK です。3、2、1、休憩。3、2、1。反対側のサイドプランク with ニードライブを行っていきます。体を一直線に保ち、脇腹を意識して続けていきましょう。3、2、1、休憩。3、2、1。ボートトゥーローボートです。バランスを保ちながらボートと低いボートの姿勢を行き来します。ボートは足を揃えて膝を抱えて座り、かかとを少し浮かせた状態。ローボートは足を伸ばして背中を床に近づけた状態です。2、1、休憩。3、2、1。サイドクロスレッグです。足を入れ替えながらクロスします。腹部と太ももが鍛えられます。体はぶれないように意識しましょう。3、2、1、休憩。3、2、1。バードドッグです。交互に手足を伸ばしてバランスをとりましょう。背中と地面を平行に保つような意識でゆっくりと伸ばして縮めましょう。3、2、1、休憩。3、2、1。最後はハイダイアゴナルプランクです。他の体幹の基礎トレーニングに比べて少し難しいと思います。ぜひチャレンジしてみてください。難しい方は手をついても OK です。対になる手足を伸ばしてバランスを取りましょう。1、休憩。次の反対側のハイダイアゴナルプランクがラストメニューになります。あと少し頑張りましょう。背中と地面が平行になるように意識してみてください。
3、2、1。お疲れ様でした。これにて体幹を鍛えるコアトレーニングの実践編終了です。体幹を鍛えるコアトレーニング、お疲れ様でした。ヨーヨーを止める、キャッチする、こういった時にも体幹が生きてきます。体幹を意識していない選手を見ると、ヨーヨーをキャッチする時にふらってふらついたり、ステージを動く時になよなよとなってしまっている姿をよく見かけて、もったいないなと思います。体幹がしっかりしている選手を見るとピタッと止まって、うわかっこいいって思うことがよくあるんです。まずは自分が毎日できると思える運動から継続していってください。膝をついてプランクを5秒間毎日やるだけでも構いません。少しずつ自分ができる運動強度が上がっていって、いろんなトレーニングができるようになってきます。運動は最初は絶対無理しちゃダメです。少しずつ重ねて毎日習慣化していきましょう。それでは頑張っていきましょう。では